はい、今回インタールードでグダグダイベが好調になりましたねとこの手です。これでいつでもノップが手に入るなとその手だぜ。途中から始めた人には嬉しいねとついながよ。コラボ系は難しいかもですが優秀な配布サバがいるので、追加してくれることに期待ですね。と、前置きはほどほどにして。今回はグダグダイベ工場記念ということで伊蔵さん動画です。そういえば1ヶ月前ぐらいに強化入ったんだっけか。なので今回は伊蔵さん強化後解説ですね。どんなところが強化入ったんだろうね。もし、ためになるや面白いと思ったらチャンネル登録と高評価お願いね。わしが人斬りぞじゃ。命が惜しゅうないもんからかかってきや。では、伊蔵さんが何が強化したかというと、1枚目のモーション改善ですね。ほうほう。まずはクイック1です。攻撃時の移動タイミングを遅らせ、近づく時間を早くしました。まあ要するに詰めるスピードが速くなったっていう認識かな。それはどうなんだろう。おそらく接近する時間が短くなって、相手が攻撃を察知しにくくなる感じかもですね。攻撃までのモーションをいじったって感じか。それ以外は特に変更点なしですが、クイック1はかなり回復しやすい攻撃なので、初手安定なのは変わりありませんね。お次にアーク1。おそらくこれが一番強化された項目で、1段目のリーチが伸びて、さらに2段目を前進するようになり、2段目で回復しやすくなったって感じですね。要するにリーチが伸びて、回復しやすくなったと。リーチ伸びたと実感できるぐらいはありますが、クイック1の性能が優秀なので、初手はクイック推奨っぽいですね。なるほど。ですが最近では伊蔵さんはクイックと安定でしたが、これでクイックアーツバランスとでもできるような気がしますね。アーツはコンパクトで素早いから使いどころを分けれそうだな。クイックは攻撃長いので空振りするとその分析ができるのと時間ロスしますもんね。まあ、初手アーツも選択肢として入ってきそうです。お次はバスター1。攻撃の追尾時間が上がって回復しやすくなったのと、近づくまでの時間が早くなりましたね。前はどうぞ避けてくださいと言ってるようなものだったからな。避けられちゃうね。普通にダッシュキャンセルで避けられますからね。まあ、これで多少マシになったと思いたいですね。と、モーションの強化を解説したわけだが。多少良くなった微強化って感じですね。よくはなってるんだけどね。ですが根本的なところが手を加えてくれないという悲しみ。ああ、クイック2だな。クイック2は攻撃が長い、範囲が狭い、隙がでかいという、できるだけ使いたくないモーションなんですよね。だからクイックチェーン組んで星出してクリティカル出したいが、クイック2枚以上選ぶと回避狩り挟まないとクイック2が出てしまうという。いかにクイック2を出さないかが重要だね。まあ、そう言ってても現状は変わらないので、コマンド選びは 9A9 か 99A で、クイックに出る前に回避狩りを挟む感じですね。攻撃中に回避挟むとリセットされてクイック1が出るもんな。999だと2回回避挟まないとクイック2が出てしまうので、攻撃前に魔除けに移動か、回避いっぱいできる心眼使った時限定ですかね。まあ、クイック2が出る前に攻撃止めてもいいかもね。クイック2が絶対使っちゃダメというわけではないですが、推奨といった感じ。お初にお目にかかります。じゃあ、死ね。わしは、剣の天才クイック2はあれですがクイック1は、攻撃の一発目避けようと回避すると最後の攻撃が当たるので、回復しやすく星も出せるのでなかなかいい性能してます。リーチはそこそこだがこれがあることでタイマンは割と戦える感じあるな。そこから、人斬りがスカルプは強いよね。モーションの強化について説明しましたが、お次は横からモーションを見てみましょう。ということで場面切り替わるぜ。まずはアーツ。では、スローモーションで見てみましょう。6マス進んでリーチは2マス。最終的なリーチは10マスだな。あれ、割とありますね。お次にクイック。ではスローモーション。6マス進んでリーチは2マス。最終的に11マスぐらいだな。思ったより変わらない結果になりましたね。予想外の結果だな。最後にバスター。スローモーションで見てみると、4マス進んで3マスリーチで、最終的に7マスだな。短いですね。ということでいい面を語ってきたわけですが、あくまで星3なので1番手でガンガン使っていけるわけではないです。そうなの？まあ、レアリティ的には当然、じゃ当然か。ですが今回みたいに固定の時では楽しめるとは思います。伊蔵さんはサポ人切りで火力サポチェ要因になるので、ちゃんと使うとしたら3番手かなといった感じ。わしが人斬りぞじゃ。
命が惜しゅうないもんからかかってきや。では何が伊蔵さんの負担になっているか解説していきましょう。モーションはそこまでひどいというわけではないよな。ですが攻撃が当たらないと感じてしまう理由は、ズバリ足の遅さにあると思います。5.92 秒組で平均より遅かったな。さらにアサシンの魔力回復が弱体化されて遅くなってます。そしてアサシンでありながらこの足の速度はどうなのよと。それで今回伊蔵さんに評価入ったわけだが、足の速さ上げてほしかったね。足が遅く噛みつくのに時間がかかるため、今のステージのような広くて走ることが要求されるので不思議ですね。さらに火力インフレが進んでるから、カットが遅れると味方が吹き飛ぶこともあるので初手が難しかったりもするな。あと、伊蔵さん以上の火力を強いモーションで高頻度で出すサバが増えてきてるので、伊蔵さんの火力が霞んで見えるという。人切りバフの持続時間が短いから常時出せるわけではないしな。と、これは今に始まったことではないので、一番手で何が一番きついかというと、おかつわね。人切りバフの取り柄がなくなっちゃうね。残るのは星3サバの巣の性能というわけか。伊蔵さんは人切りバフの量がすごいですが、クリティカルバフは分割されて定値、日誌合わせて 62% なのですが、片方だけだと 30% とそこそこになってしまいます。両方カツアゲされると火力が取り上げられて、片方犠牲にしても心眼か人切りバフプラス、クリティカルバフ 30% ってわけか。どっちか取られても痛いですね。人切りバフ取り上げられると強火力が取り上げられ、心眼取り上げられると怠慢が不利になると、相手は日だまりつけてること多いしな。カツアゲ対策レースを使わないときつそうだね。それか日だまりつけて回数回避をおとりにして、場合によっては人切りバフを使い、カツアゲされたら心眼発動する感じですかね。あと、こちらもサポカツアゲ握ってようやく平等ですね。伊蔵さん1番手で使うときは日だまりつけて、3番手にジャック置かないと厳しそうだな。相変わらずカツアゲはサポチェの性能を超えてますね。全員3番手に置けば平等に使えて、強サバの抑止になるってのはわかるんだが、ついでにスキル取られるときついサバも巻き添え食らってるんだよな。あと一番きついのは、普通のカツアゲはスキルモーションあるからタイミングがわかるのですが、サポカツアゲはノーモーションなので、いつの間にかバフが消えてるという。接敵時は予想できるが途中でやられるときついな。強いね。まあ、現環境でちゃんと使うとしたら3番手で使うのが丸そうですね。ウプ主が1番手で使うのは動画のためと個人的なこだわりだからな。伊蔵さんの基本的な性能やどんな風に強化されてきたのか知りたい方は、概要欄に伊蔵さん動画のリンクを貼っておくので漁ってみてください。ということで余った時間で試合の解説をしていこうと思いますが、絶賛負け中だな。ですがここから混沌させて聖杯獲得したいところ。倒せなかったね。ですが回数回避1回持っててスキルもリキャストするため、怠慢は有利に進めれそうです。だが破産の攻撃は一切踏み込まないため逃げる相手を捉えるのが難しそうだな。ですがここで相手が心眼発動して反撃。ここで心眼中なので回避してくることを予想して単発当て。こう思ったら、聖杯キルを狙ってきたね。ここは行かなければ負けるのでカットしに行きます。お味方がガドバしてくれて聖杯切るだけは避けれたな。ここで破産の足の速さが光りますね。とここで相手は負荷を言わせず、聖杯を取ってどうにかしたいところ。ここからだと破産でどうにかしなければな。ここでチャンス到来。相手が攻撃を振ってくれたので、射撃特性を生かして回避がに来るコイン。ここで相手が孤立したのでなんとか聖杯キルを取りたいところ。聖杯キル取らないとな。お味方に削ってもらって最後に自分がキルしたいですね。と思ったら、ここでガドバ。焦っちゃったね。ですがここでお味方が足止めしてくれました。お味方に感謝だぜ。あとはここで削って。ここでゲームセット。対戦、ありがとうございました。やった勝ったよ。さて、今回はここまで。最後まで見てくれて、ありがとね。もしチャンネル登録してくれると、ドレイク、伊蔵さん、アストライアを中心に動画を上げていくので、見つけやすくなるぜ。チャンネル登録者1000人目指してるから、応援よろしくね。高評価もお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。